デジタルラボ始まるよ。デジタルラボカズチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。今回この動画では円形のビルだったり奥の木々、集合体の木々を写真の情報からどうやって絵に昇華していくかみたいなことを解説していきます。結構マニアックな情報ですけど、ここでしか聞けないというか、わざわざ動画にする人もいないと、本当に価値ある情報だと思うんで、最後まで聞いていただけると嬉しいです。これ今書いてる句も最終的には使わないんですけど、理由は動画の後半で説明しています。雲がね決まんないと絵も決まんないんで、初めに置いとかないとやっぱりちょっと絵としてずっと物足りない状態が続いちゃうんで、やっぱ初めに描いた方がいいと思いますけど、ただこの雲自体あんまりうまくいってないんで、後半でちょっと入道雲に差し替えてます。デジタルとアナログの違いはやっぱりアナログの方はね、初めに水割りっていう作業をして、それから下塗りをするんですけど、用紙が乾かない間に絵の具でグラデーションをうまくつけて、一番最初に決めなきゃいけないところが空なんですけど、後から描くっていうのがかなり難しいところになってくるんですけど、デジタルだとね関係ないじゃないですか。だから皆さん結構デジタルで雲を置かずに普通に描かれてる人結構いると思うんですけど、僕的にはあんまりおすすめじゃないかなと。仮でもいいんで、本当は決まってる雲を描くのが一番いいんですけど、大体はもう入れとかない、要素としては入れとかないと、多分作業してて多分気持ち悪いと思います。なんかできていかない絵をずっと目の前にしてるって結構ストレスなんで、僕も新人さんに結構言うんですけど、先に入れた方がいいよっていうのは言ってます。でちょっとこれアナログと書き順番が全然違うんですけど、自然物を先に描いちゃってますよね。本来であれば奥のビルから、本当の一番奥のビルから描くのが多分セオリーというか順番だと思うんですけど、ちょっとこの日はそういう感じではなかったんで、初めに描きたい自然物の方から描いちゃいましたね。自然物の色微妙に変えてるんですけど、群れによって少し色を変えたり、並びで少しトーンを変えたりしてるんですけど、この YouTube やる前まではこんなに明確に差つけてなかったんですけど、ジブリ模写始めて、この方がやっぱ見やすいなというか、絵として写真はね全然ほぼ一色というか、僕が見本にした写真の奥の緑に関しては、前後関係ぐちゃっとなってたりとか、ちょっとよくわからない部分が結構いっぱいあるんですけど、絵にした時にねそのまま描くと本当に面白みが全くないんで、ジブリがやってるような感じを自分も真似して描いてみました。今後多分癖になっていくと思うんで、 YouTube やっててよかったなと。あれやらなければ多分ね、模写する機会絶対なかったと思うんで、ただ見るよりもね描いた方がやっぱり身につくなっていうのは本当に感じましたね。皆さんも何か上手くなりたければ、上手い人の模写するのが一番いいんじゃないかな。あと上手い先輩がいればその人を真似する、身近にいる上手い先輩を真似するみたいなことから始めてみるといいかもしれません。これからちょっと難しい話しますけど、円形のビル、大きな奥の建物に関しての描き方の注意点、大きく分けて3つあります。1つ目はアウトラインの線を太くしすぎないのと、ハイライトを太くしすぎない。2つ目はグラデーションをつけすぎない。これすぎないっていうのがポイントです。最後一番よくやってしまう3つ目が空気ブラシを頼らない。これが一番よくやってるというか、よくやってる人を見るので、これやらないだけでだいぶ絵の雰囲気が変わると思うんで、ちょっと一回考えてみてほしいなと思います。空気ブラシって結構ね、海外のイラストとか、僕が思う海外のイラストって日本のイラストとだいぶその見えてる距離感が全く違うんで、海外のイラスト SF とかだと結構ロングに空気ブラシバーって吹いてもかっこいいんですけど、僕らが見慣れてる景色ってそんなに遠くまで見えないんですよ、海外に比べると。でよく日本の背景で見るのが、建物ブロックごとに階層ごとに空気ブラシがそれぞれ吹かれてるみたいなのが、たまにあるんですけど、
分かれすぎちゃうんで、本当に区分がしっかり見えすぎちゃうというか、本当は複雑になってるはずなんだけど、デジタルで書いて後から処理入れることによってこう単調に見えすぎちゃう、奥は奥、中間、近景みたいな感じで結構簡略化されすぎちゃう。あれはちょっとロングの建物に関してはものすごいマイナスに出てるなと。はい、さっきの3点おさらいします。1つ目はアウトライン、ハイライトを太くしすぎない。2つ目はグラデーションかけすぎない。3つ目は空気ブラシに頼りすぎない。これ全部過ぎないとか程度とか結構曖昧な表現あると思うんですけど、ここが結構重要で、ダメっていうとね本当になくなっちゃうんで、ないとないでまた寂しいんで、やっぱりある程度は必要かなと思うんで、その何ですかね、分量みたいなのは本当に人それぞれというか、僕自体はそこのジブリっぽい絵の仕上がり、手書きっぽい絵の仕上がりが本当にゴールだと思ってるんで、そこに関して言えばその3つの要点っていうのは結構重要になってくるかなと。いろんなスタイルの絵があるんで、一概に全部ダメっていうわけではないんですけど、ちょっと曖昧ですけど本当にそうなんで、絵の良さって自由度だと思うんで、自分が好きな表現ができるっていうのが絵の一番素晴らしいところなので、僕があえてこう絶対ダメ言うことでもないんで、それぞれのクリエイターの人が好きな表現をすればいいんですけど、ここで言う僕が目指してる絵のゴールとしては邪魔な要素っていうことで紹介させていただきました。中で若い時ってね、白黒つけたくなる、僕もそうだったんですけど、結構こうどっちつかずのところって結構重要で、そこをうまく調合してってその人の個性になるのかなと思ってます。なんで白黒つけれる場所はつけるんですけど、どっちでもいい部分、選択肢がいっぱいある部分に関しては、それぞれ選んでもらうのが一番いいかなと。本当に細かい指示は僕のいてくれるファンの人にはあんまり細かく指示出さないんですけど、そこら辺はそのクリエイターの人の面白みというか、自分の個性が一番出やすい部分であると思うんで、そこはあんまり強くこうしろああしろっていうのは言ってきませんでした。ただここの処理はこうした方がいいよとか、それアニメーションの背景としてその処理はあんまりよろしくないっていう、そのセルが一番なんでね、セルがこう変な風に見えるような処理に関してはいちいち細かく注意してはいましたけど、一番初めと一番終わりだけねキュッとやれば、僕はそれ以外はもう本当に自由でいいかなと思ってる方なんで、あんまり細かく言わないタイプだと自分では思ってますけど、教えてきた人たちにそれぞれねインタビューしてみないと本当のことは分かんないけど、僕としてはそういう意識でやってます。一番ね作業してて一番辛いのって絵柄が合わない時がやっぱ一番辛いんですよね、クリエイターとして。やらなきゃいけない部分も若い時はもう関係なくいろんなところに配属されるんで、もういろんなものをやらなきゃいけないんですけど、やっぱり合う合わないはもちろんあるんで、そこで自分のやりたいこととかいろいろこういう方がいいっていう発見につながるから、大事なプロセスではあると思うんですけど、もう今の年になるとね、もうちょっとやりたくないものはやりたくないというかわがままになってきちゃいましたけど、そういう時はそうですね、いい時間の使い方としては他を知る、なんですかね、嫌いだって認識できるだけでも結構大きい財産になるんじゃないかなと思います。ロングのビルの、向き角度なんですけど、消失点のアイレベルは同じところにあるんですけど、これ難しいかな。場所はそれぞれ建物の向きによって違いますんで、全部同じところの消失点で取らないようにしてください。結構新人さんでよくある間違いとして多いのが、その5番の目に並んでるような、本当にレゴの街みたいな感じで全部同じ方向、同じ水平垂直、同じところにこう消失点集めて構造物を書き上げちゃうって結構あるんですけど、これ自然な街並み見てみれば、地図見ると分かりやすいですよね。俯瞰の地図、ビルがこうなんですかね、整体してないというか、その道に沿って立ってたりとか、道ってまっすぐじゃないじゃないですか、特に日本は。
いろんな方角を向いてビルが建ってるんで、その時にデジタルでよくやっちゃうのが、今言ったような同じ消失点に全部合わせて建物を描いちゃうっていうのが結構新人さん落とし穴ですね。ベテランの人は落ちないですけど、ベテランの人で落ちてる人はもう本当にもうちょっといろいろ考え直した方がいいと思うんですけど、多分ベテランはいないと思います。新人さんがよく落ちちゃう落とし穴としてあります。で、中堅の人もやってる人も結構いるんで、落ちないように気をつけてください。レイアウトで落とし穴掘ってあるんで、そこの落とし穴に、自らはまらないということが大事かなと。レイアウトのせいにしないで、自分で直して背景マンとして一人前になってほしいなと思います。なんか変だなっていうのに気づくのが本当に第一歩かなと。ちょっと話し忘れてましたけど、その奥の林、自然物に関しての書き分けなんですけど、僕今までこのジブリ模写あんまりやる前は比較的ワントーンって言うとちょっと大げさですけど、ここまで色分けしてなかったんですよ、木に関しては。で、実際のその春の木とかはね、新緑の季節とかは植物、木によって生え変わる時のタイミングが違ったりして、結構個々で木によって色が違うっていう時期が結構あるんですけど、僕は今描いてるこの初夏っぽいイメージで描いてるんですけど、その初夏の時期ってもう結構もう同じ色、ほぼ同じ色なんですよね。常緑樹とか針葉樹とかじゃない限りだいたい同じような濃い緑の色になってるんですけど、今まではそういう風に描いちゃってたんですけど、絵としてはね、やっぱりなんかいろんな色あった方が可愛いなと思うし、見やすいっていうのもあるし、絵として豊かになるじゃないですか。あとジブリっぽいし、でところどころね、強い色の入った、強い変化の木をところどころ置くのはすごく効果的だな。いろんなやりすぎると多分バラバラになっちゃうんですけど、そのブロックを分けやすい部分、そこに関してはちょっと少しトリッキーな色を使ってもそんなに変じゃないなっていうのが新しい発見というか、あとは微妙な色分け、並んだ時に分かる、カラーパレットにした時はほとんど差ないぐらいの差なんですけど、その木を描いて並べてる時にちょっとした変化だけでだいぶこの住み分けができるというか、今までね、いろいろジブリの背景見てていいなと思ってたんだけど、実際はやんなかったんですよ、あんまり。でもね、模写することになって実際やってみたらやっぱりいいなっていうのが体感としてあったんで、今後の作品にもバンバン使っていきます。見るのとやるのってやっぱりすごい開きありますね。改めて感じました。で、手前の木、煽った木に関しての注意点なんですけど、煽ると何が起こるかっていうと、抜けが見えるんですよ、木って。で、初めの頃それに気づかずボテッとした木のまま煽りの木ってやってたんですけど、実際行って見てみるといいと思いますけど、木見ると結構透けてるっていうか穴開いてるんですよ。穴開いてる。当然ですよね。隙間。びっしりの木もたまにあるんですけど、常緑樹みたいなやつで、毛量多いみたいな木がたまにあるんですけど、そうじゃない、落葉樹に関しては結構隙間が結構あります。で、実際に見てみて、煽った時はこういう風に見えるんだなっていうのをちょっと体感してほしいんですけど、この木もそうで、実際のね、写真はもっとさらに抜けてます。で僕の中では、このぐらいがいいかなっていうので、リアルになりすぎちゃうんでね、あんまりしっかり抜きすぎちゃうと。絵と写真の中間みたいなところが、僕の中では一番いいなと思ってるんで、そのぐらいで落ち着かせてますけど、ポイントは簡略化、デフォルメですね。あとは葉っぱの単位かな。あまり大きくしすぎない。ちゃんとしたサイズに見える範囲の、タッチの葉っぱに収めとくって感じです。距離感によってね、その見えるサイズ感って変わるじゃないですか。で、特に葉っぱってそうで、初めの頃は奥も同じような葉っぱの一枚一枚単位で描いちゃう、なんか意識としてその意識で描いちゃうことが結構僕よくあったんですけど、今は意識がだいぶ変わって、この葉っぱ一枚一枚で描く単位ってその寄った、この絵でいうと手前の2本ぐらいかな、そのぐらいの意識でしかもう捉えない方がいいっていう、ちょっと難しいですかね。奥はね、一房みたいな感じの単位でタッチを置く意識かな。植物によってね、葉っぱの大きさって違うんで、僕はあんまりまだそこを勉強してないんですけど、植物に詳しい人はあるかもしれないですね。
桜の木とかは結構、桜の葉っぱかは結構大きかったりしますよね。葉っぱ一枚一枚の単位が。で、ここからこの絵のメインディッシュですね。僕残しといたんですけど、この東京タワーの書き込み、絵の中心部分ですね。一番花があるところの書き込みを始めます。なんかね、僕の中で結構書きたいところ、本当に書きたいところは一番最後に取っとくっていうのがなんか僕の癖なんですよ。ある程度のとこまでは書くんですけど、本当に書き込み、最後の書き込みまでは取っとく。デザートじゃないですけど、絵の中の一番、醍醐味、面白いところはもう最後に取っとかないと、絵が中途半端なところで完成した気になっちゃうんで、これは僕の心の癖を利用した絵を良くするための方法です。こういうね、細かい表現もね、ある程度の規則性はあるんですけど、あんまりギチギチにやってもね、あんまり良くないかなと思うんで、ある程度適当な部分を残しとくみたいなことです。で、今、奥描いたことによって、ちょっと手前の木の密度が弱いなと思ったんで、今、描き足してます。こういう調整結構ね、大事ですね。目のつくところなんで、後から少しその奥の情報とか絵の全体のバランスを見て少し加湿したり、あとは逆に間引いたりとか、そういうのは超重要。難しいですけどね。で、雲変えちゃいましたね。なんかパッとしなかったんで。この入道雲の描き方なんですけど、これ過去に一番初めに動画にしてるものがあるんで、めちゃめちゃおすすめです。簡単に描けるんで、入道雲不得意だよっていう人がいればちょっと参考にしてみてください。概要欄にリンク貼っときます。で、入道雲の周りの雲って硬い雲っていうか、ちぎれてるような雲ってあんまないんで、結構抜けた空が、で、奥に積乱雲があるみたいなのが入道雲の特徴だと思うんで、本当は置きたかったんですけど、状況的に置けなかったんで、雲はたなびく雲だけを置かしてもらいました。で、画面としては中央に一番目が行くように入道雲をそこに配置しました。で、目のつくところは少し加湿みたいな。でね、さっき一番初めにあったような両サイドに雲を置いちゃうと目が散っちゃうんでね、なんでやめました。いい判断だと個人的には思います。で、書き込みはもう終わりで、最後のライティング調整みたいなことですね。で、先ほど言った空気ブラシ吹きすぎるってこの段階でやっちゃうともうダメです。お釈迦。細かいその立体の前後関係だったりがブラシによって破壊されちゃうってことがあるんで、この時にやりすぎないのが超重要です。はい、これで完成です。完成した絵をゆっくり見たいって方はインスタグラムもやってるんで、そちらの方で見てみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。